売りの5番のポイントというのは3番から8番のところで買った人たちが含み損になっているので、それらの勢力の損切りが入るポイントとなります。はい、この買い手の一部に含み損が発生することになりますので、このように大きく下がった後の戻ったところですね、そのあたりから売りを狙っていくという考え方です。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは初めてのグランビルの法則。移動平均線を使った鉄板手法ともいえるグランビルの法則の売買ポイントを解説していきます。グランビルの法則では8つの売買ポイントが定義されていますが、これらがなぜ移動平均線を使った時の売買ポイントになり得るのかを投資家心理の観点から紐解いていきます。また動画の後半ではグランビルの法則をベースにした移動平均線の投資家心理に着目したトレードのアイデアも紹介しますので、移動平均線を使った取引を行っている人にとってもヒントとなると思います。移動平均線を使ったトレード方法を知りたいという方、グランビルの法則を一から勉強したいという方は、ぜひ動画の内容を参考にしてください。グランビルの法則はアメリカの金融アナリストジョセフ・グランビル氏によって生み出された移動平均線を用いたトレード手法です。価格と移動平均線の位置関係により4つの買いポイントと4つの売りポイントからなる8つの売買ポイントが定義されています。もともとは200日移動平均線をベースに開発された手法ですが、これをアレンジして他の時間軸や他の期間の移動平均線で使っている人もいて、移動平均線を用いて売買を行う際の鉄板手法ともいえる理論です。グランビルの法則の中身に入る前に、移動平均線のおさらいとして移動平均線をどのように使うのか、どのように読むのかという点について、投資家心理の観点から解説していきたいと思います。そもそも移動平均線というのは、ローソク足の終値の平均値。これを一定期間、例えば毎日であったりとか、毎時間といったように一定期間繰り返し計算を続けていって、その平均値を結んだラインのことです。例えば今図に表示しているこの緑のボックス一つ一つが日足のローソクだと思っていただきたいんですけども、例えばこの日足のローソクの最初の3日間の終値がそれぞれ140円、141円、142円だとします。この時に3日間の終値の平均値を計算すると141円になります。同じようにこの真ん中の3日間に対して平均値を計算すると今度は 142.33 円となります。このように一定期間の終値の平均値を次々と繰り返して計算していって、その平均値を結んだラインが移動平均線ということになります。で、もちろんですね、この移動平均線の計算を終値ではなくて高値や安値を使って移動平均線を計算するということも可能なんですが、世界で最も使われているのが終値ベースということなので、基本はこれで見ていきます。それではですね、この移動平均線をどのように使うのか、チャートに表示した時にどのように読んでいったらいいのかという点についてお話をしていきたいと思います。ここでお話しすることは、グランビルの法則の中で語られていることではなくて、移動平均線一般に対する僕個人の解釈です。ただこうして見ていくと、動画の後半で確認するグランビルの法則で定義されている8つのポイントが、なぜ売買ポイントになり得るのかという点を納得感を持って理解しやすくなるかなというふうに思います。今、ドル円の冷やしチャートに5日間の移動平均線を表示しています。この青のラインが5日間の移動平均線です。この緑の四角で囲った部分を見てもらいたいんですが、移動平均線は上を向いています。次にこの陰線を見てください。まだ価格は移動平均線よりも上に位置しています。で、移動平均線って平均値を表すんですから、移動平均線が上に向いていて、上昇しているっていうことは当たり前ですけども、ここのローソク足を起点に見た場合に、5日前の平均値より今日の平均値の方が高いっていうことです。ということはどういうことかというと、この緑のボックスで囲った過去5日間にドル円を買った人は平均的に考えて含み益になっている。つまり価格が移動平均線よりも上にあるこの間というのは買い手が優勢になっているということです。はい。で、過去5日間の動きというのを見てみると、例えばこういうところで買った人であったりとか、もっと安い値段でこういったところで買った人とか、もしくはちょっと高い場所でこういうような場所で買った人もいると思います。ただあくまで平均的に考えると、過去5日間で買った人は含み益になっているということです。つまり価格が上昇している移動平均線よりも上に位置している時というのは、買った人は平均的に考えて含み益ということで、買い手優勢な状態にあるということになります。同じように逆に考えると、価格が下落している移動平均線よりも下にある場合というのは、過去の一定期間に売った人は含み益になっているということで、売り手優勢な期間ということになります。ただ移動平均線がこのように平らな状態ですね、フラットな状態になっている時というのは、この考え方は当てはまりませんので注意してください。移動平均線が上昇している時、もしくは下降している時にこの考え方が当てはまるということになります。それでは続いて移動平均線の動きの特徴についても解説していきたいと思います。移動平均線が上昇または下降している時に価格が移動平均線の付近に来ると反発や反落が起きるという現象は多くの方がご存知だと思います。これも投資家心理的に考えると移動平均線
線が上昇している、つまり平均値が上昇している中で、直近の一定期間で買った人の含み益が発生している状態で、価格が一定期間の平均値まで戻ってきたということで、追加で買いのポジションを立てたり、これまで傍観者として見ていた人がお買い得な時と判断して新たな買い手として参入してくる。そのため移動平均線の付近から反発しやすいということになります。このように移動平均線をチャートに表示されているインジケーターの単なるラインとして見るのではなくて、今説明したように投資家心理を踏まえてみるかで、動画の後半で説明するグランビルの法則の意味付けとか、なぜ売買ポイントになり得るのかという点がよりくっきりしてくると思います。はい。それではグランビルの法則の売買ポイントについて見ていくことにしましょう。グランビルの法則なんですけども、冒頭説明した通り、4つの買いポイントと4つの売りポイントの合計8つの売買ポイントが定義されています。で、ここからの説明なんですが、まずはこちらの図を使って一つ一つの売買ポイントを説明して、その後にチャートを使って実際の例を見ていくという形で進めたいと思います。まずこちらの図なんですけども、この赤のラインで示しているのが移動平均線、そしてこの黒の折れ線で描かれているのが価格という形になります。この価格と移動平均線の位置関係によって8つの売買ポイントというのが定義されていることになるんですが、この緑の数字で書かれた1番から4番が買いのポイント、赤の数字で書かれた5番から8番が売りのポイントというふうに定義されています。それではまず買いの1番のポイントから見ていきたいと思うんですが、1番のポイントというのはどういう条件を満たした時に買いポイントとなるかというと、移動平均線が下降の状態から横ばい、もしくは上向きになった時に価格が移動平均線を下から上に抜いた場合、これが1番の条件となります。で、これは1番から8番について共通する注意点なんですけども、グランビルの法則について解説した情報を見ると、買いのサインとか売りのサインとか、もしくは買いのシグナル、売りのシグナルとかっていう風に表現してあるものがあるんですけども、この1番の条件を満たしたら即座に買いということではありません。サインではなくて、あくまで買いの準備、売りの準備をするという風に捉えるのがいいです。トレンドフォローっていうのは、押し目買い戻り売りが基本になりますので、例えば1のようなポイントで価格が移動平均線を上に抜けてきたら、その抜けて伸びきったところで買うのではなくて、そこから押してきたところで買うというのが基本になります。ではこの1番のポイントですね、投資家心理の観点から見ていきたいと思うんですけども、まず移動平均線が下向きの状態から上に向いてきたところで価格が移動平均線を上に抜いたということで、下降トレンドの終盤のあたりで売っていた人たちの中に含み損となる人たちが出てくることになります。動画の前半で紹介した移動平均線と投資家心理の図を思い出してほしいんですけども、移動平均線が下を向いていて、価格がさらにその移動平均線より下に位置している場合というのは、売り手が優勢な状態にあるというお話をしました。そのような状態にある中で、価格がこのように移動平均線を下から上に抜いてきたということで、この下降トレンドの終盤でですね、売っていた人たちの中に、含み損となる人たちが出てくるということになります。ですので、そこから下がってきたところですね、そうした売り手の決済というのが入り始めます。売り手の決済ですので、買い注文となりますので、反発方向の動きになりやすいということになります。このことに加えて、移動平均線を価格が上に抜いて、さらに移動平均線も上向きになってきたということで、これから上昇トレンドが始まるかもしれないというふうに考えて、新規で買いで参入してくる勢力もいます。以上のことから1番が買いのポイントとして考えられるということになります。続いて2番を見ていきたいと思います。2番の条件は何かというと、移動平均線が上向きの時に一旦価格が下落して移動平均線を下回るんですけども、再度このように上昇して移動平均線を下から上に突き抜けた場合ということになります。はい。そしてこのポイントは投資家心理的にはどのような状態になっているのかというと、まだこのように下降トレンドが続いていて、この丸1の反発で戻り売りで参入してきた売り手が撤退する段階ということになります。手前の下降トレンドが大きければ大きいほど、このように最初に反発してきたポイントというのは、やはり戻り売りにさらされやすいポイントということができます。ですので、そうした反発のポイントで戻り売りとして参加してきた勢力が、一旦価格がですね、移動平均線を下に抜けるんですけども、さらに反発をして移動平均線を上に抜き返したという動きを見て、加えて移動平均線も上向きの状態になっているということから、これはもう下がらないというふうに判断して撤退し始める段階ということになります。以上は売り手の視点なんですけども、今度は買い手の視点から見てみましょう。移動平均線が上向きの中で価格が移動平均線の上に突き出たということから、買い手優勢と見た相場参加者が新規の買い手として参入する段階ということができます。こちらも動画の前半で紹介した移動平均線と投資家心理の図を思い出してほしいんですけども、価格が移動平均線の上にあるということは買い手優勢な状態に変化したということでしたよね。ですので、売り手の決済と新規の買い手ともに反発の圧力になりますので、この2番のポイントというのは
買いポイントになり得るということになります。続いて3番のポイントを見ていきましょう。3番の条件はというと、移動平均線が上向きの時に、一旦価格が移動平均線の手前まで下落してくるんですけども、移動平均線を下抜けることなく、再度価格が上昇する場合となります。ここもですね、動画の前半で紹介した移動平均線の特徴である、価格が移動平均線の付近まで戻ってくると、そこから反発しやすいという特徴なんですが、この3番のポイントというのを見てみると、移動平均線が上向きの状態で価格が移動平均線の上に位置しています。つまり、買い手が優勢な中にあって、過去 N 日間の平均付近まで価格が下がってきたということで、新規の買い手が参入しやすいポイントということができます。つまりこのように移動平均線が上を向いている中で価格が移動平均線の付近まで下がってきたところというのは買いのポイントになり得るということになります。続いて買いの最後のポイントである4番のポイントを見ていきたいと思います。4番の条件は何かというと、価格が移動平均線の下側に大きく乖離したポイントとなります。これは投資家心理の観点からどういうふうに捉えられるかというと、この上昇トレンドが続いている中でこの8番のポイントから売っていた勢力の利益確定が入るポイントということになります。この上昇トレンドの中で逆張りで売りを仕掛けている勢力というのは、ある程度下がるとですね、このトレンドに沿って押し目買いが入ってくるというリスクを知っていますので、ある程度下がったところでは、そうした逆張りの売り手勢力の利益確定が入ることになります。売り手の決済ですので買い、つまり反発方向の動きということで、こういった点が買いポイントとして定義されているということになります。また買い手の視点から見てみると、価格はこのように移動平均線を下に抜けてきたものの、まだ手前の上昇トレンドですね、こちらが続いているというふうに判断して、このように下がったところから押し目買いを狙って買いで参入してくる勢力がいるポイントということになります。続いて売り側のポイントを見ていきたいと思います。はい、まずは売りの5番なんですが、5番の条件はというと、移動平均線が上昇の後に横ばいになる、もしくは下向きに転じた時に価格が移動平均線を上から下に抜けた場合となります。5番のポイントにはどのような投資家心理の背景があるかというと、これは3番から8番のポイントで買った勢力の損切りが入り始めるポイントとなります。この3番から8番のゾーンというのは価格が移動平均線より上に位置していますので、買い手が優勢なエリアだったんですけども、この8番のポイントからこのように下落してくることによって価格が移動平均線を下に割り込む形となりましたので、この3番から8番のところの買い手の一部に含み損が発生して損切りが入り始めるタイミングということができます。続いて売りの6番なんですが、6番の条件は移動平均線が下を向いている時に一旦価格が大きく下落して、そこから再び上昇して、この下向きの移動平均線を上に抜いた段階となります。この移動平均線が下向きの時に価格が移動平均線を下から上に抜いたポイントというのがポイントです。ここでの投資家心理はどのようなものかというと、移動平均線が下に傾いてきたということで、上昇トレンドの初期または中期からの買い手の利確が入り始める段階ということになります。それから一方で売り手の視点なんですけども、同じ条件を考慮した新規の売り手が参入してくる段階ということにもなります。ですので、このように移動平均線を少しオーバーシュート気味に超えてきたポイントというのは、売りのポイントとしてなり得るということになります。繰り返しますが、この移動平均線が下を向いているということがポイントになりますので、その点は注意してください。続いて売りの7番を見ていきましょう。7番の条件はというと、移動平均線が下向きの時に一旦価格が上昇するんですけども、移動平均線の手前で止まり、再度下落した場合となります。ここでの投資家心理はというと、移動平均線が下向きで、かつ価格が移動平均線の下に位置しているということで、つまり売り手が優勢な中にある中、過去 N 日間の平均価格付近まで戻ってきたということで、新規の売り手が参入しやすい段階ということができます。この7番のポイントというのは、買いの3番に対応する場所というふうに見ることができると思います。最後、売りの8番なんですけども、8番の条件というのは、この上昇トレンドの終盤ですね、この高値圏において価格が移動平均線の上に大きく乖離した場合となります。ここは投資家心理的に見ると、上昇トレンドの終盤、成熟期にあって、かつ移動平均線から大きな乖離が発生したということで、買い手の利益確定が入りやすいポイントであるということ。同様に同じ条件で逆張りの売りを狙ってくる勢力が参加してくる段階ということになります。で、人によってはですね、この8番の売りのポイントを、例えばここの山の部分からの売りを8番であったりとか、例えばここの山からの下落を8番というふうに定義している人もいるかと思いますが、8番のポイントというのは移動平均線から大きく乖離したところからの売りを狙うというものですので、この動画ではこの図に従って進めたいと思います。
はい。ということで、8つの売買ポイントを見てきたんですけども、もちろんですね、8つ売買ポイントが定義されているからといって、これら全てをトレードする必要はありません。この中から自分の得意なポイントを見つけて、それに習熟していくということが重要です。では、どのポイントを取引したらいいのかって思った方もいると思いますので、僕のおすすめをお伝えしたいと思います。まずこの8つのポイントを分類すると、1と5がトレンド転換、2と6はトレンド転換の場合とトレンドフォローの押し目買い、戻り売りになるケースがあります。これは出方によって変わります。で、3と7に関してはトレンドフォローの押し目買い、戻り売りです。3と7は出現位置によっては高値掴み、安値掴みになるので注意が必要です。4と8はいわゆる逆張りとなります。トレードの基本はやはりトレンドフォローの押し目買い、戻り売りなので、1、2、3、5、6、7の中からピックアップすればいいと思いますが、この中でもさらに個人的にお勧めするのがトレンドの3波目に該当する1、2、5、6のところです。エリオッタード理論やダウ理論などの他の相場理論でもトレンドの3波目が一番よく伸びる、一番美味しいというふうによく言われます。トレンドの3波目というのはどういうものかというと、例えば上昇トレンドであれば、このような動きが発生している時のここの部分ですね、この1、2、3波目の部分を指します。はい。そしてこのグランビルの法則で3波目に該当する位置というのが、この買いの1番や2番、売り側で言うと5番や6番ということになります。このようにトレンドの3波目が進展する段階になると、大体ですね、移動平均線もこのような形で徐々に上向いてくるということが多いですので、グランビルの法則でいう買いの1番や2番がそれに対応する段階ということになります。この移動平均線を下から上に抜いて、そこから押してきたところであったりとか、移動平均線を1回下に抜けて、さらにもう1回上に抜き直したタイミングというところですね。もちろんこれらのグランビルの法則の各ポイントの出方にもよりますので、おおむね3波目の位置に近いものになるというふうに捉えてください。このトレンドの3波目について詳しく解説した動画も過去に投稿していますので、興味のある方は合わせて視聴してみてください。それではここからは実際のチャートを使ってグランビルの法則の具体例をいくつか見ていきたいと思います。で、注意したいのが、この図にあるように必ずしも順番に出てくるとは限らないということです。ケースによってはこの1番の条件が出た後に2番が発生しないで3番の条件が発生して、そのまま上昇トレンドが終わるというケースもあります。はい。ですので先ほど説明したように各番号の条件ですね、こちらに沿ってポイントを見ていくということが重要になります。特に今回は200日移動平均線を例にとって紹介しますが、200日移動平均線って長いですので、この図にあるように価格と移動平均線がそんなに頻繁にクロスしないこともあります。動画の内容を参考にして別の期間の移動平均線を使って皆さんの方でも検証してみてください。はい。今、ポンド円の冷やしチャートを表示しています。2017年以降のデータを表示している状態です。まず1番のポイントの例を見ていきたいんですけども、こういったところが1番のポイントになります。このように移動平均線が下降してきて、そこから平坦もしくは上向きになったところで価格が移動平均線を下から上に抜いた状態。こういったところが1番の条件を満たしたポイントになりますので、その後移動平均線の近くまで押してきたところ、こういったところというのが買いポイントになるということになります。はい。で、移動平均線を使って取引するときのポイントなんですけども、できるだけ移動平均線の近くでポジションを持つということになります。動画の前半で紹介したように、移動平均線の近くまで来ると、過去一定期間の平均価格まで価格が戻ってきたということで、価格が反発反落しやすいという習性を利用します。移動平均線から離れたところでポジションを取ってしまうと、例えばこういったところでポジションを持ってしまうと、結果的に高値掴み、安値掴みになるということもありますので、できるだけ移動平均線の近くまで価格を引きつけて、そこでポジションを取るようにするということを意識するといいと思います。続いて買いの2番なんですが、こういったところが2番の例となります。移動平均線が上を向いている状態で価格が一度移動平均線を下に抜けた後にもう一度上に抜き直したところですね。はい。続いて買いの3番を見ていきたいと思います。今度は同じポンド円の2023年12月付近の冷やしを表示しています。ちょうどここのポイントですね。ここのポイントが買いの3番の非常にいい例です。移動平均線が上向きの状態で、このように価格が移動平均線の際まで接近してきました。そしてここでレンジ相場を築いているということがわかると思います。こういうようなレンジ相場ですね。はい。そしてこのレンジ相場を上に抜けて、そのまま高値更新が続いているという様子がわかると思います。それから買いの4番なんですけども、こういったところですね。この200日の移動平均線から下側に大きく乖離したところ、こういったところからの反発の動きを取引していくというのが4番に該当します。今度は売り側を確認していきましょう。同じポンド円の冷やしチャートを表示してるんですが、今度は2007年のデータを表示しています。まず売りの5番から確認していきたいんですが、売りの5番の定義を再確認すると、移動平均線が上昇から平坦もしくは下降に転じたタイミングで価格が移動平均線を上から下に抜いたポイントでした。このチャートで該当するポイントを見ていくと、例えばこういうところですね。移動平均線が上昇傾向にあったものが平坦になったところで価格が移動平均線を上から下に抜いています。で
ですね、ここは5番に該当するポイントです。ですので、この5番の条件が揃った後に戻ったところですね、できるだけ移動平均線の近くに戻ったところで入るというふうに仮定すると、ただ今回の場合は手前のこの直近の高値を損切りポイントにしていると、この次の上昇の動きによって損切りになっているポイントかもしれません。続いてここのポイントもそうですね、ここも移動平均線が平坦になった後に移動平均線が上から下に抜いているポイントになりますので、ここのポイントも5番となります。先ほど5番のところで説明した投資家心理についてもこのチャートのところで見ていきたいと思うんですが、これ左の方を見るとですね、このようなずっと上昇トレンドが続いていたわけです。はい。そしてこのチャートの真ん中部分なんですが、大きく下落の動きが出ていることがわかります。で、今は説明のためにこの200日移動平均線というのを表示してるんですが、もちろん200日移動平均線というのを見てない人もいますので、このような大きな下落が発生した時にですね、手前の上昇トレンドが長かったこともありますので、このように大きく下落してきたポイントというのは、買い時だというふうに判断して、このあたりで買いで参入してくる勢力がいるということになります。ただ先ほど5番のところで説明したように、ここですね、この移動平均線が価格を上から下に大きく抜く動きが出たことによって、この手前の部分で買っていた勢力というのが含み損になります。ですので、このように価格が下がったところから戻したところですね、こういったポイントというのは、そういった含み損となっている買い手勢の損切りが入りやすいポイントということになります。はい、ですので移動平均線を下に抜いた後に戻ったポイントですね。こういった戻しを形成したところというのが5番の売りポイントとなります。今度は売りの6番を見ていきたいと思います。6番の定義をもう一回確認すると、まず移動平均線が下向きであるということですね。それから一旦価格が大きく下落して、再度上昇して移動平均線を上抜けしたところということでした。はい。ですので、このチャートでその条件に合致するポイントというと、例えばこういったポイントとか、こういったポイントが当てはまるということになります。はい。移動平均線が下を向いていて、価格が大きく下がったところから再び上昇して移動平均線を上に抜いたところですね。はい。で、こういったところで売りを狙うときの一つの考え方っていうのを紹介したいと思います。このポイントの予想をですね、買い足である4時間足で見ていきたいと思います。はい、今4時間足の方に切り替えました。先ほど日足で見た売りの5番のポイントがこの左の山と右の山のところに該当します。青の移動平均線が日足の200日移動平均線を表しています。はい。で、この状態で4時間足の移動平均線を表示していきます。はい。で、今ですね、20と50と200のこの3本の移動平均線を表示しています。まず、日足では200日移動平均線が下向きでした。で、直近この価格は200日移動平均線を上に少しオーバーシュートしてきている形となりますけども、手前の部分というのは200日移動平均線より価格が下に位置していますので、直近は売り手優勢だったという場面です。で、一方で4時間足の状況を見ていくと、価格はこの4時間足の3本の移動平均線よりも上に位置していますので、買い手優勢というふうに見ることができます。はい。ただ価格がこの4時間足の移動平均線3本をすべて下抜いたポイントですね。このチャートで言うとここのポイントになりますけども、ここが4時間足レベルで見たときに、買い手優勢の状態から売り手優勢の状態に切り替わるポイントとなりますので、この価格が4時間足の移動平均線3本をすべて下に抜いたところ、そこから戻ったところですね。そういったところから売りを狙っていくという考え方です。はい。で、同様に右側の5番についても見ていきたいんですが、この上昇の動きによって価格が4時間足の移動平均線よりも上に位置していますので、再び価格が3本の移動平均線をすべて下に抜いて、そこから戻したところですね。例えばこういったところから売りを狙っていくという考え方です。この考え方というのは動画の前半で説明した移動平均線と投資家心理。こちらを使って買い手優勢の状態から売り手優勢の状態に切り替わるタイミングを狙ってポジションを取っていくという考え方ですので、移動平均線を使っているという方はですね、この考え方もぜひ参考にしてみてください。それから今紹介したインジケーターの設定方法についても解説していきたいと思いますが、まずこの太い青の移動平均線、日足の移動平均線を買い足に表示する方法なんですが、このトレーディングビューを使っている方はですね、このチャートの上にあるこのインジケーターの検索画面を開いていただいて、ここのテクニカルのメニューのところから SMA 単純移動平均を選択します。で、今度はインジケーターの設定画面を開いていただいて、この期間のところは今200日移動平均線を表示しますので200というふうに入力します。そしてこの設定画面の一番下のところの時間足というところですね。ここから1日というのを選択すると、これで日足の200日移動平均線を表示するという設定になります。あとは一番下のチェックボックスですね。この時間足の確定を待つというところをチェックをオンにします。はい。そうすると日足の200日移動
動平均線を買い足の4時間足とか1時間足に表示したままキープすることが可能です。はい。それからもう一つですね、この4時間足に表示している3本の移動平均線。トレーディングビューの無料プランだとインジケーター3つまでしか設定できませんので、移動平均線を3本表示してしまうと、それ以外のインジケーターが表示できない状態になってしまうんですが、このインジケーター使うとですね、1つのインジケーターで3本の移動平均線を表示することが可能です。このようにですね、移動平均線の種類も変更することができます。ただこちらのインジケーターは上位足の移動平均線を表示することができませんので、上位足の移動平均線を下位足に表示するときは先ほどお伝えした方法と合わせて併用する必要があります。このインジケーターは僕が公開しているものですので、概要欄にリンクを貼っておきます。移動平均線3本表示している方は多いと思いますので、ぜひ使ってみてください。今度は売りの7番を見ていきたいと思います。7番の定義は、移動平均線が下向きの時に一旦価格が上昇するんですけれども、移動平均線の手前で止まって再度下落をした場合というものでした。ということで、このチャートで見ると、こういったところが該当すると思います。移動平均線下向いてますし、価格が移動平均線の下に位置してますので、売り手が優勢な中で過去200日の平均価格である移動平均線の近くまで戻ってきたところですね。そこから反落したポイントということになります。はい。ただこのポイントに関しては、価格が移動平均線をさらに上に抜き返す動きが出てますので、ここは損切りになってしまってもしょうがないポイントかなというふうに思います。はい。売りの7番ですね。もう一つぐらい例を見ていきたいんですけども、今度は同じポンド円の日足の2010年のチャートを表示しています。例えばこういったポイントなんかが7番に該当します。移動平均線が下を向いています。価格は直近移動平均線の下に位置していて、そしてこの移動平均線、200日移動平均線の近くまで戻ってきてから反落したというポイントです。はい。先ほどの売りの6番と同様にですね、このあたりの動きも4時間足で見ていきたいと思います。はい。今4時間足の方に切り替えました。はい。4時間足の流れを振り返ってみると、このようになだらかな上昇が続いています。特にこのあたりですね、価格が3本の移動平均線よりも上になっていますので、このあたりというのはまだ4時間足レベルで見たときに買い手優勢な状況というふうに見ることができます。はい。そしてその4時間足レベルの買い手と売り手の優劣が切り替わるポイントというのがここのポイントですね。この4時間足の移動平均線3本下に抜いたところで、この買い手の一部に含み損が発生することになりますので、このように大きく下がった後の戻ったところですね。そのあたりから売りを狙っていくという考え方です。はい。ただ先ほどもお伝えした通り、この考え方というのはあくまでアイデアの一つとして紹介していますので、興味のある方はですね、移動平均線の期間も含めてご自身でも検証してみてください。はい。最後、売りの8番の例を見ていきたいと思います。チャートは前半に表示した2017年以降のポンド円の日足を表示しています。8番のポイントというのは、例えばこういうところに該当します。上昇トレンドがですね、ある程度進展してきたところで、価格が移動平均線から大きく乖離したポイントですね。で、動画の前半でも紹介した通り、人によってはですね、こういった高値のポイントっていうのを売りの8番として考えている方もいます。このポイントというのは先ほど買いの1番で紹介したポイントの直近の高値になっているわけですけども、こういったところからの反落も売りの8番というふうに捉えるという考え方ですね。はい。もちろんこういった高値からの反落も8番として考えられると思います。ただ先ほどもお伝えした通り、8番のポイントというのは流れと逆方向になってますので、こういうのが得意だという場合を除いて無理してやる必要はないんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回はグランビルの法則の8つの売買ポイントと移動平均線の読み方を解説してきました。動画の中でもお話ししてきた通り、価格と移動平均線の位置関係から相場参加者の心理に思いを馳せられるようになると、8つのポイントを見極めやすくなりますし、自分の中で買いを狙うポイント、売りを狙うポイントの理由付けがよりはっきりしてくると思います。移動平均線を使っているという方はぜひ参考にしてみてください。その他投資家心理に焦点を当てた動画も過去に投稿しています。興味を持った方は合わせて視聴していただくとより理解が深まると思います。最後になりますが、今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。